皆さんこんにちは、読書の達人です。今日ご紹介するのはこちら。君の膵臓を食べたい、隅の夜です。結構売れてます。これ最初に出たのが2015年。今が2021ですからもう6年ぐらい前になるんですけど、最初はいわゆるハードカバーの分厚いやつで出たんですけど、今これ単行本で出てる。僕最初のその状態のやつは手に取ってないんですけど、文庫本で手にしました。で、もう6年ぐらい前の本ですけど、吸い直しで今でもよく売れてるんですよ。42回吸ってますから、もう大ヒットですよ。ね。こういうのを買うと、後ろ側にちょっとざざっとあらすじが出てますけども、主人公、さくら、女の子、女子高生、膵臓の病気になって余命いくばくもないというところまでは書いてる。裏に。で、この主人公、この中の男の子がいるんですけども、僕、俺っていう感じで、主体、その子目線、その男の子目線でこの話が進んでいます。で、これ読んでると、さくら、病気になったさくらは、この男の子に対して、名前で呼ばない。その子が思ってる今の属性みたいな感じの呼び方です。呼ぶのよ。つまり、秘密を知ってる人くんみたいな感じの呼び方をするの。で、名前ってね、名前ってその人を表すものです。呼び名でもいいよ。お父さんとか、部活の先輩だったら先輩って呼ばれたりとかってあるじゃないですか。で、必ずその呼び名ってそれに意味がありますよ。意味なく呼ばないよ。別にね。で、人間には様々な属性があります。僕にだってある。こういう人で、こういう性格で、こんな考え方で、こういう風なことをしてる人みたいな感じの、いろんなのがあるじゃないですか。で、他人がこれを見るときにね、その全部を見るんじゃなくて、自分から一番手の届きやすい、見やすいところを見ますよ。つまり、全てを見てるわけではなくて、そのうちの一部を掴んで、その人を評します。この人はこういう人だ。というふうに。で、今回、この名前とか呼び名というのが一つのポイントになってんで、読みながらちょっとそこは、楽しんでください。で、人間、自分がここにいたとする。人間っていろんな、さっき言ったみたいにいろんな要素がある。その中には外には見せてる部分と外にも見せない部分がある。人間何もかも人に見せるわけじゃないんですよ。でそのうちに特に目立つものっていうのが出てくる。他人がこっちにいたらそのうちのいくつかをパッと見れるところから見ていくんですけど、だんだんこの人に興味を持つようになったらクイックイッと入ってくる。こっちの方っていうのはここの人には見せないですよ。なんでかっていうと見せないようにしてるからです。でもこの人には見せていいなっていう相手って出てくる。そのうちに。でもこれ出てくるのが高校生ですよ。高校生ってそんな自分のことは明けっぴろげにうわーっとは示さないですよ。それやっぱ照れもある。若さです。年取ってくると恥ずかしいっていう感覚がだんだん下になってくるので若いうちはやっぱりその羞恥心というのがございます。ね。だから、見せない。でも、
この人には見せたいな、あるいは理解してほしいなっていう部分が出る。でも出さない。だから待つ。ちょいちょいってしながら待つっていう、そのいわゆる人間関係っていうのができてきます。で、今回この本の一つのテーマなんですけども、いわゆる相互理解っていうのがあります。お互いに理解する。これね、人間って例えば相手に理解してほしい、正しくしてほしいっていう感情はそれはありますよ、もちろん。でもそれが全てうまいこといくかっていうとそんなことないですよ。誤解して取られたり、いわゆる不十分な捉えられ方をしたりとかっていうことっていうのはありますよ、当然。それは辛いです。辛いと思う相手もいれば辛くないという相手もいますけども、この人にはしてほしいな、でもなんか理解してもらえてないなっていうのは悲しいんじゃない？特にこういう高校生ぐらいと。で、相手に理解してほしいと思うんですけども、当然こんな風に距離を縮めていくのって時間がかかるじゃないですか。当然人によっては何でもかかるんじゃない？でも先ほど申し上げた通り、さくら膵臓の病気でもう余命いくばくもないので時間がないんですよ。時間がないって言うてんのに、なんかもうひょいひょいって小出しにして、もうはい私はこんなんですってやらない。もう読んでる方からすると、でもこれが若さっていうことなんだろうなとは思う。ラストこれびっくりするような終わり方をするんですけども、僕これ読んで思ったんですけどね、人間がですよ、人間がその何かの物事について後悔をしないで生きていくなんてことは多分不可能なんですよ。絶対何か後悔することがある。後悔しないように、失敗しないようにっていきますよ、みんな。でも失敗するって、でそのことについて後悔もするって、でもそのことは乗り越えられると思うのよ。時間かかっても記憶は残るよ。でも乗り越えていけるし、乗り越えていけなきゃいけないんだよ、どうしても生きていく上でさ。でそこを頑張るんだよな、若いってすげえなって思いますよ。いい人も出てくればそうじゃない人も出てきてっていうのが小説ですけれども、ここに出てくるいい人はここに出てくる人っていうのは大概いい人。ちょっとって歪んだ感じの人もいますけども、やっぱり純粋なんだよな。でこういう純粋で心の綺麗な人で構成されてるいわゆる青春小説ってやっぱり読んでて気持ちいいわ。読んでてこれはね、ぜひちょっとおすすめですから、ちょっと読んでみてください。達人心に響いた言葉、こちらこれね、いいこと、これにしようかなっていう候補がいっぱいあったんですけど、ちょっとこれ292ページの2行目です。292ページの2行目で、もう最後の方です。この本300ちょいぐらいで終わるので、もう最後の方なんですけども、いろんなことを振り返っての言葉ですけども、胸に染みます、この言葉はね。この小説を読んで、この本読んでよかったなと思うシーンの一つじゃないかなと思うんですよね、この場所はね。若者らしい、すごく純粋な言葉で語ってる語り口です。
読んでみて、あ、隅の夜いいなって思っちゃうところなの。ぜひまあ読んでみてください。青春小説、まあいわゆる僕もそこそこの年なんですけども、大人っていうかまあ年寄りっていうかおじさんが読んでもすがすがしい和コードのような気持ちになる。若い人ももちろん読めばいいんですけども、若い人が読むものでしょっていうその感じで捉えないで、大人の人もぜひ読んでみてください。感じるところがね必ずありますので、いい小説です。おすすめです。君の膵臓を食べたい隅の夜、読書の達人でした。